数年にわたって開発を進めてきました。開発当初はファイナルファンタジー11と並行しながら作業するスタッフも多くいたので、なかなか大変でしたね。現在はかなりの大所帯で開発しています。時間は結構かかりましたけど、ファイナルファンタジーのナンバリングタイトルにかける開発チームの思いが実を結んだと自信を持ってそういう出来に仕上がったと思います。ファイナルファンタジーの1作目を手掛けて20年以上が経ちましたけど、自分にとってある意味集大成的なものとしてファイナルファンタジー14を捉えています。 MMORPG の世界は我々開発運営チームとプレイヤーの皆さんが一緒に作り上げていくものだと思います。居心地のいい美しい世界、練りに練られたシナリオ、奥深いバトル、楽しさを追求したコミュニケーションなど、現時点でできることは全て盛り込みました。皆さんがログインされた瞬間、僕らは共にエオルゼアで生きる仲間となって一緒に冒険する日々が始まります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。よろしくお願いします。ファイナルファンタジーの基本要素は成長することだと思います。成長して新しい物語の扉を開いていくのが我々の考えるファイナルファンタジーなのです。そしてユーザーの方にとってファイナルファンタジーの魅力はタイトルごとにキャラクターの成長手段が異なるところだと思います。作る方にとっては大変なんですけどもね。もちろんファイナルファンタジー14でもオリジナルな成長要素を用意しました。基本的な成長システム以外の部分でもプレイヤーの方が今日何をすればよいのかわからないというシチュエーションがないように多くの遊びを提供したいと思っています。もちろんソロプレイで楽しめる要素もたくさん用意しています。ギルドリーブはソロでもパーティーでも気軽に楽しめるコンテンツとして力を注いで作っています。サービス開始後もどんどん追加していきます。またアーマリーシステムという手に持った武器や道具を持ち帰るだけで全く異なるさまざまな能力を発揮でき、自分の好みのキャラクターを自由に育てることができる仕組みを導入しました。どこでも気軽にジョブチェンジできる感じですね。職業は大きく分けてファイター、ソーサラー、ギャザラー、クラフターの4つ、その中でさらに細分化されています。バリエーションに富んだ生き方を用意しています。そしてもちろん重厚なシナリオを用意しています。フリレンダムービーと見まごうクオリティのカットシーンがたくさん入っていますので、お仲間と攻略してじっくり見ていただきたいと思います。北米や欧州の皆さんも専属のローカライズスタッフが丹念に翻訳した最高のクオリティでシナリオ部分を楽しんでいただけると思います。また各リージョンのユーザーの皆さんにスムーズに遊んでいただくため、サーバーも空前の規模で投入しています。スタッフ全員持てる力を全て注ぎ込んできましたが、ようやく皆さんのお手元に届けることができ、非常に嬉しく思います。僕らが常に考えているのは、どうやって5年10年と遊んでもらえる場所を提供することができるかということなんです。僕らのワクワク感とプレイヤーの皆さんのワクワク感を大切に持続していきたいと思います。長い旅路になると思いますが、プレイヤーの皆さんと一緒にエオルゼアの世界を作っていきたいですね。ファイナルファンタジー14で目指したのはハイファンタジーな世界観の構築です。刺激的で華やかな要素を盛り込むことはもちろん、長い月日遊んでいただいても居心地がよく飽きのこない、いつまでも冒険していたい気持ちになれる世界を作りたいと考えました。
各種族のデザインには特に力を入れました。ユーザーの方のさまざまなニーズに応えられるように、ファイナルファンタジー11よりもキャラクターメイクでの各種選択の幅を広げています。装備品も豊富な組み合わせパターンを可能にしました。広大なエリア、ディティールのこだわり、モンスターのビジュアルやモーションなど、見てほしいポイントが山盛りです。個人的にはファイナルファンタジー12以来の FF ナンバーズ新作となりますが、オンラインゲームということで正式サービス開始後も NPC、モンスター、装備品やマップなどの新要素を継続して追加して世界を広げていくことが新たなチャレンジであり、やりがいを感じているところです。スタッフが総力を結集して作り上げたエオルゼアの世界、この世界でユーザーの方々がどんな遊び方をしていただけるのか、僕たちも今から楽しみにしています。はい、こんにちは。いろんな楽器あるでしょう。もうなんかね、昔から集めた何十種類もの楽器があるんですけれども、このスタジオを拠点にこれからもいろんな楽器を作っていこうと思ってます。ピンポンピットスタジオの由来はですね、このスタジオを作るときにもちろんこういう音楽の楽器が置いてあって録音できるように練習できるようにっていう目的で作ったんですけれども、もう一つ部屋の真ん中で卓球台を置いてピンポンの練習ができるように、それが目的で作ったスタジオでもあるんです。それが名前の由来ですね。プロデューサーの田中さんからお話しいただきまして、僕も FF って随分長いこと頭から最後まで一人でっていうのをやってなかったんで、もし全部やらせていただけるんだったらやらせてくださいというお話をしました。10年ぶりです。リムサロミンサの街の曲と、ザコバトルっぽい曲 1,2 曲ぐらい先に手掛けましたね。覚えてないですけど、多分70か80ぐらいだと思います。曲リストをいただくんですけれども、結構今回はこの曲どこのシーンに流れるこんな感じのイメージっていうのを具体的にいただけたんで、すごくやりやすかったですよね。まずどんなのがいいかなっていうのをぼーっとここで待つ待ってでも全然出てこないんで、締め切り間際になるとなんとなくできちゃうんですね譜面は使わないですよ、僕。五線紙は使わないですね。全部もうここでシーケンサーに打ち込んでいきますんで。まああんなもんじゃないですかね。っていうのはほら、いつも音楽ってつけた後にこうすりゃよかったああすりゃよかったっていうのは絶対出てくるもので、オープニングムービーって特に最初に完成してればよりいいものができるんですけれども、どうしても作ってる時ってムービーの方も完成してない途中経過に音を当てるじゃないですか。だからそこら辺がね、もうちょっといくつか何点か、あそこはもうちょっと音を抑えればよかった、メロディーを立たせなきゃよかったとか、そういう反省はすでにありますね。スーザン・キャロウェイさんというアメリカの方なんですけれども、ディスタント・ワールドっていうオーケストラで FF の曲を演奏した CD がありまして、そこで歌物を1曲歌ってもらったのが初めての出会いだったんですけど、もうそれが2年3年ぐらい前ですかね。それが出会いだったんですけど、ディスタント・ワールドのアメリカ公演の時に実際にライブで歌ってもらったんですね。
でそれを聞いて、もうこれだと思って、こっそり隠れて映像を映して日本に持ち帰ってプロデューサーの田中さんに見せて、もう絶対この子で行きたいっていう風に押しましたね。思い通りでしたよ。思い通り以上かな。すごくいい出来だと思います。To all of my children in whom life flows abundant, to all of my children to whom death hath passed his judgment, the soul yearns for honor and the flesh the hereafter. 例えばこれまでの「ファイナルファンタジー」でしたら、主題歌のメロディーって勝手に僕が作っちゃってたわけですよ。僕の気持ちいいメロディーを作って、それに後で歌詞を当てはめてもらうっていうパターンだったんですけど、今回はスクエニさんの方からこんな感じの歌詞でいきたいっていう日本語の歌詞をいただきまして、それに当てたんですね。当てたっていうか、でもそれ日本語だから最終的にそれは英語に変わるわけだから、その日本語にメロディーはつけられないけれども、そのイメージを大切にしようと思って、今回は、メロディーありきっていうよりもゲームの世界観ありきで作りましたね。初めての挑戦っていうのは主題歌なんですけれども、後ろのオケを、楽器の演奏を全部日本で作ってですね、スーザン・キャロウェイさんにはアメリカにいてもらって、アメリカのスタジオで歌ってもらうんですよ。それをネット回線を通じて向こうでの録音風景を日本にも映してもらって、してこっちはもうリアルタイムでモニターできるわけですね。ですからその向こうで今スーザンさんが歌ってるものに対して、そこはこうしてくれ、そこはこうしてくれっていうのをリアルタイムに会話でできるという、ものすごい時代ですよね。これ初めてでしたね。もういっぱいありますよ。待ってる、期待してるっていうのがあるんですよね。で、いろいろ教えてあげたいんですけれども、教えちゃいけないじゃないですか。だから早く14が出るといいなと思ってますね。そしたらいろんなことファンの方と話せますもんね。やっぱり一番力入ってる主題歌、それととあるボスバトル曲ですね。これ結構自信作です。ミコッテのムーンキーパーですね。もうせめてね、ゲームの世界ぐらいは自分と一番縁遠いところで演じてみたいでしょ。別の人になりたいんですよ。知られざるエピソード。田中さんと昼飯とか食いに行ったこと何回かあるな、2人だけで。で、君はどんな音楽聴くのとか、そんな話もしたことありますね。で、その時に彼がキングクリムゾンって言ったのが意外でしたね。で、クリムゾン聴くだけじゃなくて、彼実はベースも弾くんです。で、昔ね、バイクに乗ってました。バラしちゃった。僕としてはですね、10年ぶりの全曲担当のファイナルファンタジーとなります。全曲力入ってますので、聴きどころはたくさんあると思います。ぜひお楽しみにお待ちください。今回はサービス開始時にプレイヤーが選択できるエオルゼアの5つの種族を紹介したいと思います。各種族はファイナルファンタジー11をベースに制作がスタートしましたが、エオルゼアの世界に存在する種族として全く新しい設定が与えられ、アートデザインもそれを反映して一新されました。
最も大きな特徴はそれぞれの種族に2つの部族が存在していることです。例えばヒューランの中にも平地に暮らすミッドランダー、高地に暮らすハイランダーが存在していて、外見も大きく異なっています。キャラクターメイクのバリエーションも豊富で、プレイヤーの皆さんが最初にキャラクターを作る際に顔、髪、肌、目の色の選択ができるようになっています。これだけでも十分だと思われるかもしれませんが、我々はさらに多くの選択肢を用意しました。鼻の高さや目の大きさ、傷やほくろの有無など、顔の細かいパーツもカスタマイズできてしまいます。おそらく自分好みのアバターを作成するだけで数時間は悩んでしまうのではないでしょうか。キャラクターの動きは基本的にモーションキャプチャーを使って作成しています。もちろんそのままデータを使うわけではなく、すべてのデータに手を入れ、メリハリやキャラクター性のある動きに作り起こしています。ファイナルファンタジー11の時にも好評だったエモーション、つまり、感情表現にも力を入れております。全部で約60通りの感情表現を用意しました。またキャラクターの表情にも注目してほしいですね。まるで生きているかのようなこの表情は表情職人の手により一つ一つ手作業で仕上げられました。プレイヤーの分身となるキャラクターはそれぞれの外見を持ち、感情表現も思いのままに操ることができます。我々ファイナルファンタジー14開発スタッフは皆様に末永く愛してもらえるキャラクター作りを常に考え、限られた容量の中で可能な限り多くのバリエーションと高いクオリティを実現しました。彼らをこれから成長させていくのはプレイヤーの皆様自身です。ユーザーの皆様がどんなキャラクターを作られるか楽しみにしています。ファイナルファンタジー14ではエオルゼアという新しい世界を舞台にさまざまなモンスターが登場しますが、もちろん FF シリーズおなじみのモンスターもたくさん登場します。ハードの進化によりこれらモンスターの構造は複雑化する一方なのですが、我々開発スタッフは妥協することなく非常にリアルで細かい動きをつけています。エオルゼアのあちこちに住んでいるモンスターたちをじっくり観察してみてください。これはリムサロミンサのオープニングに登場するシーサーペントという巨大なモンスターなのですが、プリレンダではなく実機で動いています。背びれの動きも一つ一つ手付けで動かしていまして、本当に大変な手間がかかっています。もちろん動きだけでなく
リアルな質感を出すための作り込みも行っています。小さなものから巨大なものまで、体毛や皮膚など冒険の合間にじっくり見てみてください。ファイナルファンタジー14キャラクターチームではエオルゼアの世界をよりリアルに表現するため 3D スカルプティングツールを使用したスカルプトモデルを作成しています。スカルプトモデルは非常に高密度なポリゴンモデルです。そのままゲーム画面に出すことはできません。そこでスカルプトモデルからノーマルマップを作成し、少ないポリゴン数でも同等なクオリティでゲーム画面に出せるように努力しています。我々ファイナルファンタジー14開発スタッフはユーザーの皆さんにエオルゼアの世界をリアルに感じてもらうため、極限までこだわったモンスター制作を行っています。冒険を楽しむ中で彼らの形や動きにもぜひ注目していただきたいです。そして末永く愛していただけたら嬉しいと思います。プレイヤーの皆さんがエオルゼアのモンスターたちと出会う日を楽しみにしています。今回はファイナルファンタジー14の装備品について紹介したいと思います。ファイナルファンタジー14は一人でプレイする RPG ではなく、大人数が参加できる MMORPG です。多くのユーザーの思考に応えるため、装備品においてはバリエーションの豊富さが非常に重要です。そのため今回は古典的かつ効果的な手法が複数活用されています。まずはアトリビュート。これはいわゆるポリゴン消しという技法で装備品パーツの一部を隠すことができます。この2つの装備品は別のものに見えると思いますが、実際は同じモデルデータです。次にシェイプ変形。これはモデルの形を変形させることができます。このように帽子のつばに変化を持たせることも簡単に行えます。そして SSD。これはいわゆるマテリアル替えという技法です。この機能を使えば素材の質感や色を自由に変化させることができます。この豊富なバリエーションを実現できたのはアートスタッフの努力のおかげです。従来のデザイン画というのはイメージ優先で、悪く言えば適当でしたが、それを次世代機のような複雑なものに映し込むというのは作っては直しの連続になってしまうので、いつまでたっても完成しなかったのです。ファイナルファンタジー14の防具のデザイン画をいくつかご覧いただいていますが、これらは Photoshop のレイヤーで細かく分けられ、細かいバリエーションの仕込みが書き込まれています。これはゲームのデザイン画というより工業製品の設計図といっても良いレベルのもので、装備品の最終形が手に取るように分かる優れたものでした。アートスタッフの本気に応え、我々造形スタッフも必死で制作に取り組みました。モンスターの制作で確立したスカルプトとノーマルマップの技術をここでも使い、ポリゴン数を抑えつつ非常に細かい表現を実現しています。
ここでその全てをお見せすることはできませんが、今では装備アイテム総数が軽く1000を超え、その全てに固有のグラフィックが与えられています。ファイナルファンタジー14の装備品はすでに次回のアップデートに向けて制作が進んでいます。その中には FF 不安があっと驚くものも用意されています。ひょっとしたら皆さんの声によって金のサブリガが作られたりするかもしれません。実際にエオルゼアに入ってみて要望をどんどん聞かせてほしいですね。プレイヤーの皆さんと早くエオルゼアでお会いしたいですね。ファイナルファンタジー14開発チームでは、冒険の舞台がプレイヤーの皆さんにとって何年もわたりそこに滞在し、生活し、探索するにふさわしい魅力的で奥深い世界になるように、本格的ハイファンタジーとして成立するリアルな空間設計を目指して開発を進めてきました。ハイファンタジー、すなわちこの世界における独自のリアル感を作り出すため、私たちはまずハイデリンとその他の天体との関係、惑星構造、大気、気候、地勢、生態系といった自然について詳細に設定しました。その上でシームレスによる広大なスケール感を実現させると同時に、高低差を強調した景観づくりや絵画的な光源配置によって飽きのこない空間づくりを目指してきました。またそれら自然設定を踏まえつつ、次に民族、文明、歴史、宗教、建築といった人工要素を設定していきました。都市やガジェットのデザインでは、天然物と金属という異質な素材を組み合わせることで、未知の文化への驚きと生活感のあるぬくもりという相矛盾するテーマの両立を図りました。このように自然や文化を一度本質まで分解した上で再構築する手法は、膨大な下準備を要する上、紆余曲折や無駄も多く、私たちにとっては大きな試練となりました。しかし結果として、ハイデリンに存在するもの、例えば岩や木々、建物の柱や室内の椅子に至るまで、あらゆるものが新しい世界を多層的に描き出す大切な要素として存在しているという認識を背景スタッフで共有できたことは大きな財産です。プレイヤーの方にはこの世界を訪れ、エオルゼアの風を肌で感じていただきたいと思います。そしてその中に隠された自然や歴史などのドラマにまで思いを馳せていただくことができたなら、背景スタッフとしてこれに勝る喜びはありません。エオルゼアでお会いできる日を楽しみにしています。
トシーンとは、イベント発生時に流れるリアルタイムムービーのことで、重要なシーンで流れるものについては部内で HQ と呼び特に力を入れています。まずはシナリオ担当者から上がってきた文字コンテをもとに絵コンテを作成します。イベント内容で重要性の高い要素は何か、演出的な方向性などコンテ担当者と綿密に打ち合わせを行います。この際、制作上予想される問題点の洗い出しも行い、必要であれば内容を調整、実現性のあるものに練り込んでいきます。絵コンテをもとにラフレイアウトを作成します。実際に 3D 上で構築することで見えてくる問題に対処しつつ、一旦シーン全体を組み上げます。演出の方向性についても基本的な完成イメージを固めます。次にモーションキャプチャーの収録を行い、カメラワークやシーンの編集を行い、内容の精度を上げていきます。イベント中の戦闘シーンのカットです。このカットでは戦闘中の切迫感、無秩序感、戦場での不安定さの表現などに力を入れています。例えばカメラにロールを入れ不安定感を煽ったり、手ぶれを入れて臨場感を強調するなどダイナミックなカメラワークを目指しました。またこのシーンでは嵐の天候表現のために VFX、ライティングも専用の対応を行い、難易度の高い映像表現に対応しています。これは地を這う大量のモンスターがプレイヤーたちを襲うシーンです。完成品では個々のモンスターの動きにランダム性を与え、それに合わせて地面との設置も調整し、単調な印象にならないように配慮しています。その続きのカットです。モンスターたちが画面に登場した瞬間、スローモーションを入れ、襲撃のインパクトを強調しています。キャラクターのモーションは基本モーションキャプチャーで収録していますが、動きを再現しきれないシーンもありますので、必要に応じて手付けの調整を行っています。このカットにはキャラクターがチョコボに飛び乗る箇所がありますが、モーションキャプチャー収録時には静止しているものに飛び乗る動きで収録しています。これを手付けの作業で修正し、動いているチョコボに飛び乗る動きを再現しています。回線のシーンです。巨大なものを見せるときは大味な印象が出やすいので、穂に動きをつけて表情を入れ、その動きをセルフシャドウで先端に反映させアクセントにするなど、画面の情報量が不足しないように配慮しました。いくつかの例でご覧いただきましたが、イベントシーンにも非常に力を入れていますので、ぜひご注目ください。もちろん皆さんのキャラクターもイベントに入った時の装備のままで登場しますので、装備品収集やドレスアップの楽しさもより感じていただけると思います。ファイナルファンタジー14の世界で展開するストーリー、そしてハイクオリティのカットシーンを楽しんでいただきたいです。